今日は何を取ったらいいんですか？ちょっと今日は言い訳、また言い訳から始まるんですけど、久しぶりっていうのもありますので、車をちゃんとつながって、おもちゃらしい動きをしないように、新しい動きをしないように。押し付けてちゃんとリアに。今からちょっとラインワートを考えた。はい。大丈夫だ。縦に飛ばす。ちゃんと奥にピースを意識して、はい、奥に飛ばせるように。ラインをですね。フロントをちゃんと奥の方に飛ばして、ここでフロントを奥に飛ばして、後ろの人が走りやすいように。模範解答のがいいんじゃないですか。角度を入れた時の、ここで角度が入った時の立ち上がりの処理がちょっと課題かもしれないですね。パキーンって入った後のここでグリップに戻ったりオーバーステアになったりしてるんですよね。この処理ですね。それは今みたいになりますよね。戻ってしまったりするから。ここで向きを決めてしまって、ってことですね。そうですね。それが次の加速に綺麗につながるところに持っていくコントロールというか。ダメだ。そうですね。角度を決めて、リアタイヤで、そうこっちも一緒ですね。この処理、そうですね。結局後ろのこと考えてそのラインを持っていく、進入の時持っていったとしても立ち上がりがコントロールできてなかったら、せっかく進入でバーンと決まっても立ち上がりが結局難しくなっちゃうじゃないですか、後ろが。なので決まったら決まったで、その流れを余裕を持って立ち上がってくるというか、次の加速のところにつないでいくっていうところがちょっと課題になってくるかなっていう感じがしますね。なので後ろ走ってても入るところは入りやすいんですよ今。でも決まった、このまま立ち上がって次のコーナーに向かってのアプローチをしようと思った時に安定してないというか、特に角度がしっかり入った時こそ安定してない。だから角度が入ってないとちょっとラインを変えたりとかフロントタイヤで逃がしたりとかできるじゃないですか、はい、でも角度が入った時ってフロントタイヤよりリアタイヤの方のコントロールの比率が大きくなるので、その時のコントロールがもう少しできるようになれば、今ぐらいの角度だと後ろがちょっと行くとこないかなと思ったら外に逃げたりとかできるじゃないですか。あれよりもしっかり角度が入って着地させた時の後のコントロールというか、
動画を見てイメージをつけると、この後のちょっと今オーバーステアになったんで出口でですね、そうすると後ろは加速しようとしてるはずだから、そうなんですよね。難しいなまあいいやまあいいやそうそうまあまあそれはそこが課題かなっていうところなんで、はい。まあ、当然進入のところがいい感じで決まることが増えてきたので、そう思うように思う感じが強くなってきてるっていうだけで、うん。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。ライトをつければよかった。これそういえばライトユニット付き合ったんですけど、あ、そうなんですね。失敗しちゃって。これつければよかった。
スローモーション撮れるモードでピントが全く合わなくなってました。もうカメラがもう限界です。いいんですよ。はい、失敗しました。体調の車を撮りすぎてスローモーションが使えなくなってきました。スローモーション使わんでもやっぱですね、見せれるようにまあまあまあ当然ですね。そういう動きを見せていきたいですね。あれはスローで撮ると分かりやすいんですよね。こうピントが合わないで、さあピント点です。結構いいんですよ。やっぱり進まないんで、進まないでね。その通りです。乗せすぎたんで。今良かったと思います。もう読める。今のいい感じですね。何が重要なんですか。何がですね。まず今はい。乗るところですね。はい。一番こうグッとこう乗った、その姿勢を保つ。後ろが下がってる時が多分まあ一番目に見えるんですけど、一番多分後ろに乗ってる時これそうですよね。こうです。このままこのアクセルをただ単純に上げていったらこれにならなくて。じゃダメですね。例えば乗せすぎて乗せて完了したけど引きすぎたら多分結局ダメなパターンをする滑っていく、もうタイヤが滑ってしまった状態を作り出してしまう。乗せ切ったけど上げても意味ないですよ。ダメですもんね。だから乗せてそこをうまく車の車速と20点ぐらいですね。何を感じたらいいのかです。多分ですね、理屈とかなんかなんですかね、一番、はいまあ、いわゆる乗る静止で止まってる時よりも食ってる時が一番リアに乗るんですよ。はいもちろんです。摩擦が振り始めてる。それを感じる。それを感じれないから。それは目で見てしまうんですよね。見てしまいますよね。だから目で見てしまうから言葉がですね、ダメだったとか良かったとかっていう言葉しか出てこない。なんて言うんだろう、よかったいい感じになりそうな時もあるんだけど感じてないから失敗だったって全部なっちゃうんですよね。だから私絶対一回わざとはい成功するときは一瞬失敗させてるんですよ。一瞬です滑らせすぎてはい戻すみたいな、これ今の見ますね。そうやっぱり一番最初から完璧にこいつが加速する回転数に合わせると無理なんで、で止まってる時って一番こう空転しやすいんで、はいこう空転するのは当たり前で空転させた後食わせていくみたいな。一回食わせて少しでも前に進めば次食うところが多分探りやすいと思う。はいはいでも例えば動きよるときにここから食わせて食うというのと一緒で、その1速発進より4速でアクセル踏んだ方がリアが滑らないと一緒で、ちょっとでも車を進めたら多分空転しにくくなるんですよ。でもモーターなんでどこでも空転はするんですけど、でもそれを探るところが分かりやすいんで、一瞬滑らせても用意どんどん。
でも滑ってもしょうがない、滑ってもしょうがないと思ってた。はい。滑らせずによいどんでこうやってるんですけど、で、これだったら下がりすぎるんですよ。よいどんで、よい下がりすぎるんで、よりは、ここで、これぐらいの方が早いと思う。実際にやっぱ、早いと思う。それは分かるんですよねそれは分かってるんですけど、その何をイメージして何をそうですね。使おうとしてるか、その何を感じるかっていうところがはい。つかめない。つかめない感じ。だからまだふわふわ。なんか滑っててもまだなんかこうグリップしてくれてる滑り方と、はい。もう全くこうもう進んでない進み方、まあ明らかに進んでないのはさすがに今タイヤがわかるんですけどこ。う頑張って滑っとるけどまだこう食いつこうとしてくれてる感じのリアのタイヤの状況と、もう無理みたいな、はい。ガンガン回しとったらもう無理をギャーン回したら食わんよみたいなところですね、気持ちとしては。じゃないでしょうか、吉沢さん。それ伝えれないですよ俺足りなすぎるのと行き過ぎは分かるんですけど、そうですよね中間地点の中間地点まだつかまってない。もちろん中間地点の正解は1点しかないと思うんです。そこは無理なんです。そこに近寄ったところで、今の走りはタイヤさすぎ方向だけど、はいまあまあいいところだったとか、今のちょっと入れすぎとったけどもまあいい感じだったのを繰り返して、でだから一番いいとこ100点にすると、はいどっちでも95点はあるんです。滑らせすぎの状態でも95点での走ると、ちょっと滑らせすぎなかった、足りんかったけども95点の加速をする時もあるんで、はい。それで自分なりの、95点ぐらい出せる、毎回出せるようになればいいのかな。だからこっちが滑らせすぎ、こっちが滑らせすぎないのころすると、私よいどんな瞬間滑らせすぎに一瞬振るんですよ。で一回戻すんで、こう行ったりこうつまようだと思います。なんか今説明言われたら、もそこの感覚ですよね。う一発目からここで行けばいいんですよ。100点でずーっとスタートのところからはい100点で行ければいい。それはでも無理と思うんですよ。多分どんなトラクションコントロールの次の車であっても路面状況が一緒じゃないし、はいリング上みたいに一緒じゃないし、砂利もあるし、だから無理だからこそそれを100点に近づけるように、今音と路面と速度と、乗ってないんで振動わからんけども、音とかあれで、いや今のタイヤの速度でこの速度だったら回りすぎとるだろう、いや今の速度で今の回転数は絶対多分足りてないだろうっていうのはなんか分かってくる気がします。私も回ってくるんです。そうです。喋りすぎましたけど、これぐらいしか考えて今。ね、だから多分その分かってる人からするとすごい言ってることが分かるんです。わかるんですよね。そうなんです。でもおそらく永井さんからすると足りないっていうのは分かるんです。行き過ぎるって分かるんです。そこまではわかるんです。その間の今のところって感覚、でもそのもちろん入れすぎて入れすぎてないの間って絶対あるわけです。あるですよね。はい、絶対あると思うんですよ。このもちろんこれなんでデジタルじゃない、自分でアナログで動かしてる。そこをどう感じたらいいかが分からない、なんていうんですかね。っていうことですよね。難しい。なんですかね。そうですそのなんですか、精度が違うんで多分精度が違う、難しいな。なんでその幅が多分荒木さんはちっちゃくて、俺のその行き過ぎと間のここのズレがでかすぎるんでしょ。そう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 いうことですよね。だからダメはダメで分かるんですよね、はい。でも今の95点ぐらいの走りだったのにっていう時でもダメってなっちゃうんです。いや、それはそれで OK と思いますよ。そういうことなんですか。こいつダメだこれ、先に何かっていうの。ちょっと借りていいですか。ちょっと借りていいですか。ちょっと私が下のね、やっぱリーダーがこう成長するためになのでなんかその正解、今の話を聞いてるとその正解にこだわりすぎてるのかなっていうのは当然感じるんですよね。はい。でもその正解じゃないそうですね。ところの部分の
感覚がどう感じていいかがわからない。私その走りを見て今93点95点をつけきれたら正解だと思うんですよね。見てる人がですね、見てる人が乗ってて、うん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 、自分でそれが分かり始めたらもうそれは OK と思うんです、あとはそこまでいけるかの技術なんで、今のは多分食わせすぎとったのが多かったけど95点はない94点だって分かって周り分かる人がそうだねってなるところまでいければもうそれはそれでやらなくても見てですね、はい、もう OK と思います。音的に見て確かに。ただ自分でもやってて今の95点ぐらいの感じだったからもうちょっとこうした方が良かったなとかっていう課題が見えるわけですよね。そこで分からないっていうならもうまだダメ、練習足りない。そこまで分かるっていうのはとりあえず分かる段階は半分 50% あとはそのを使ってできるのかっていうところになってくるんじゃない。中井さんの車を借りていろいろすると、はい、やっぱこれ回しすぎる回しすぎるじゃない、回しすぎる。これはこれ今の何点ぐらいですか？今の何点ぐらいと体調は感じたと思いますか？今の何点ぐらいで感じたと思いますか？はい、今の92点です。本当ですか？最初のやばい、ダメだ、やっぱ分かってないんだ。はい、見とってください。はい、今の何点ぐらいだったと思いますか？ダメだな、長江さんがじゃなくて体調が今何点ぐらいって自分で思ったかです。もちろん速度は自分より出にくいと思うんですよ、はい、10秒速い。でもさっきこの車だと私195点ぐらい出しちゃったと思う。マジですか？自分はですね、幅が見えないな。80とかで、80ぐらいなの。とりあえず言ってください、言ってください。長江さんがじゃないですよね。体調が何点ぐらいって感じてるかです。90超えてきたんじゃないですか。違うんですか？いやでもちょっと今はもう車が若干分かり始めたんで、はい、多分95点付きは出せる気がします、自分の中で。ちょっとやってもらっていいですか？少し見たいです。自分で何点って言ってください、やった後に。そういうことですね。何点ぐらいだったですか今？頑張って95点ぐらいやったつもりで終わりですけど。いいんじゃないですか。まだ上がありますか？いやだからその100点狙わなくてもその感覚ですよね。その感覚そうです。これなんでその今の瞬時に今のはなんでこういう点数つけたのか発信してからずっと加速していく段階でのところまでを見て、思いますね。今の何点ですか？その理由と点数。ですね、スタートはそんな出てきたし、途中で回しすぎる時間が長かったかなと。もうお尻が横に出てきてたんで、まあでも回しすぎかなっていうのは感じました。何点ぐらいですか？自分でつけるとして。でも回しすぎが80点台ですか？いいじゃないですか。だから100点をなんか完璧に決めることを求めようとしすぎてるからいかんのかもしれないですね。今みたいに、80点なら80点でもいいんですよ。ただそれのなんで80点だったかの理由が見てるその分かる人が見てて、ああそうよねってなるのが理解まずできるっていうところが重要なんで、でその精度が上がっていけば自然に点数も上がっていくっていうことじゃないですか。確かに。なのでその辺が感覚をなんかこう掴むところにつながるのかもしれないですよね。100点を目指さない。100点なんて多分取ったって言った瞬間に絶対嘘なんて
分かってないなって思われるんで、今の100点って言ったら多分この人は分かってない。あ、確かにそうですね。あ、確かにそうですね。あ、だから今まではそんな感じだった状態じゃないですか。だから全部ダメなわけですよ。100点が出ないからでもそこを考えすぎてるから感覚じゃなくて目で一生懸命その100点ってどんな感じだろうっていうのをただやってるだけの状態で。ああ、はいはい。あ、そうですよ、そういうことですね。うん確かに普通に100点あるんだと思う。普通に100点はないんです。ないんですね。ないです。でも120点もあるんですよ、たまにお小細工っすでそこが車の面白さというかですね。面白いと思いますね。あ、なんか100点ってこの感覚ぐらいが100点と思ってたのに、あれ今のなんでこんな感覚があったんだろうっていうことが起きたりするわけですよ。はい。でそれを使えるようになったら、その時までは 100点以上ないと思ってたのが120点のところがもう100点のところになってくるわけです。そうなんですね。はい、そうすると同じ90点と思っててもその90点が違うじゃないですか。そうですね。一回知ってしまうとですね。やってしまうんで。それが見える世界が広がっていくっていう感覚の楽しさかなと思うので、なんかもう急にやはりポンと出るような感じがあったりする、そういうことですね。突然。日本人の悪い癖です100点を取らないとダメって思ってしまうんですね。はい。で当然それが車も違えばはい。人も違えば当然点数の付け方って変わってくるわけです。だから自分が走る時の点数、自分の車で自分が走る時と、隊長がこの隊長のこの車ではい。走る時のやっぱり100点に近い走りができた瞬間っていうのは見てても車が無理してないし走らせてるのにも余裕があるから気持ちよさそうに走ってるんですよね。気持ちよさそうに加速していくときはやっぱ見てても気持ちいいんですよそうなんですよ。それって本人も気持ちいいはずなんで、はい。それはもう車にも違うしその人でも違うので、お願いします。じゃあちょっとそこを含めて自分の点数を自分で出してはい。説明ができるように